こんにちは。ついにですね、私のところにも Osmo Pocket 4P が届きましたので、今日はちょっと開けて中身どんな感じなのか見つつ、サンプル映像なども撮っていきたいと思います。今回購入したのは標準版ですね。特にいろいろオプションがついていないものになります。入ってるのが本体、充電ケーブル、そしてエクステンションハンドル、そしてライト、あとはストラップでしょうかね。でこれがポーチになります。ちょっとこう柔らかい、若干心もとない感じでしょうかね。でこちらが本体になるんですけど、結構ずっしりしますね。重さがですね、ちょっと測ってみましょうか。40g ぐらいの差だと思うんですけど、こちらが 231g です。で4が 191g とちょうど 40g の差ですね。このレンズ部分がほぼ全ての重さの違いかとは思うんですが、まあまあ重く感じます。そして外観をちょっと見てみたいと思うんですが、もちろんこのレンズ部分が大きく二眼になってるのは当たり前なんですけど、モーターの部分も若干違うでしょうかね。この横のここの部分はどっちにモーター入ってるのか分かんないですけど、ここは明らかにこっちの方が分厚くなってますね。この重たいレンズ部分を常にバランス取ってないといけないということもあって、バッテリー容量とかは全く一緒なんですけど、持続時間はカタログデータでも 1080p の実験データで240分と210分となってました。確実に 4P の方がバッテリーの持ちは短くなりそうです。これちょっとガタがあるんですよね。わかりますかね。4はほとんどないですね。このレンズはちょっと今回っちゃってますけど、ほとんどガタがないんですけど、 4P はわかりますかね。こう音がしてると思うんですけど、若干ガタがあります。そういう設計なんでしょうかね。色はですね、 4P は黒っぽいですね。黒です。で4は若干グレーっぽいですね。明らかに色が違います。外観の違いはそのぐらいでしょうか。ちょっと電源も入れてみたいと思います。電源を入れてもほぼ一緒なんですけど、この液晶部分の表示がちょっと違っていて、望遠機能が搭載されたというか重視されてますので、ここの下のところにその望遠の倍率が出ています。解像度の表示は若干左に寄ってますね。こっちは4の方はちょっと見にくいんですけど、真ん中のところに表示が出ています。操作自体は全く一緒です。下からスワイプして解像度の変更ができるようになっています。で上からスワイプした時に出てくるメニューもちょっとだけ違ってますね。このカスタムボタン設定が最初のこのページに出ています。この4の方はこの2ページ目に出てるんですよね。ちょっと違ったりもしますけど、設定の中も表示される内容自体は一緒だと思うんですけど、順番がちょっと違いますね。ジョイスティック速度が一番上に来て、ビットレートが2番目に来ています。4の方はジョイスティックの速度とか下の方に来てますね。ビットレートもかなり下の方ですね。対象としているユーザーが違うので、使う機能、優先する機能、設定部分も違ってるだろうということで変えてあるんでしょうかね。でも Osmo Pocket シリーズ使われている方であれば全く戸惑うことなく使えるのではないかと思います。非常に分かりやすいです。4との大きな一番の違いはやはりズームなんですけど、ここですね、この C ボタン、C の隣のこのプラスボタン、これを押すことによってズームができるんですが、1回押すと3倍になって、2回押すと6倍で、押し続けてるとさらに12倍に行きます。で1回押すと1倍に戻るという、そんな感じでしょうか。でこの画面をタップしてもできるんですけど、1倍の次は3倍になります。で6倍、12倍になります。でもう1回押すと1倍に戻ります。2倍がなんかできないんですよね。何なんでしょうね。2倍ロスレスズームじゃないんでしょうかね。
2倍は使いたいこともあるかと思うんで、1インチセンサーが搭載されているこのメインの方は1倍から 2.9 倍までってことでしょうかね。でもう1個の望遠レンズの方は3倍以降を担当している感じです。でジョイスティックでズーム操作もできるんですが、そうすれば2倍に持っていくこともできます。であと4との大きな違いが、このカラープロファイルがノーマル、そして HDR10 ビット、D-Log10 ビット、そして D-Log2 の10ビットというのが搭載されています。でこの設定だとズームが使えないんですよね。もう暗くなっちゃってるのが見えると思うんですけど、 D-Log2 はズーム機能が使えなくなります。1倍のみになっています。ズーム機能を使う場合は D-Log を使うようにということかと思います。で皆さん多分このルナウルトラとの違いもいろいろ気になると思いますので、また別の動画で比較もしてみたいと思います。で今日はですね、この4と 4P でいろいろと撮影してきましたので、映像をお見せしたいと思います。といってもまあそんなに変わらないんですけど、望遠部分とあと D-Log2 が使えるようになったので、何か違いがあるのかというのをお見せしたいと思います。ではご覧ください。でまずは標準カラーで 4K30 で、設定も全てオートで撮影をしています。全く同じ設定で2台並べて撮影しています。どうでしょうか。ちょっと 4P の方がなぜか色が鮮やかですよね。比べると4の方が若干白っぽい感じになっています。一切色といじってないんですけど、ちょっと不思議ですね。そしてこれは持っていった蚊よけマシーンなんですが、全く役には立ちませんでしたが、ちょっと色味も違うでしょうかね。そしてあえてですけど、こう光が差し込んでる方に逆光っぽい感じで撮影をしてみたんですが、やはり同じような傾向かなと感じました。そして次は D-Log2 と D-Log の撮影になります。このパターンでも、設定自体はほぼというか全く同じ設定です。標準レンズ1倍で全てオートにしてあります。そして D-Log2 と D-Log というだけの違いで撮影をしているんですが、やはり 4P の方がちょっと色が鮮やかに映ってますよね。ダイナミックレンジの違いはどうでしょうか。逆光時でもちょっとこちら側のでもあんま変わんないですかね。この木の肌とかちょっと 4P の方が見えるかなと思いきやも、あんまり変わんないでしょうかね。色は 4P の方が少し鮮やかですね。でちょっとこの木のトンネルのようになっていて、向こうがすごく明るく手前が暗いような状況なんですが、この状況ではやっぱり D-Log2 の方が白飛びが少なく見えましたね。そして 4P の方は手前のこの木も鮮やかですけど、4の方はちょっと手前暗くなってますね。向こうの明るさに合わせるとこうなっちゃうのかなと思いますけど、この辺がダイナミックレンジの違いなんでしょうか。そして出てきて、この金属部分なども錆の様子も撮ってみましたが、こういったものでは違いはあまり感じられないでしょうかね。背景なども似たような感じかと思います。そして今度は高いところから景色を撮ってみました。この状況で屋根の裏側などは 4P の方がちょっと明るく映ってましたよね。で雲のディテールなんかも 4P の方が少し出てるでしょうかね。ちょっとしたこのカメラの向きなんかで露出ってコロコロ変わっていってしまいますので、全く同じ条件で比較するというのが難しいんですけど、そうですね、どうでしょうか。手前の木々は D-Log2 の方がちょっと鮮やかでしょうかね。やっぱり色が綺麗に出てる感じがします。どちらも純正のラットを当てています。でそれ以外は特に何の編集もしていません。そして今度はですね、ちょっと
反逆光というかサイド光っていうんでしょうかね、右の上から太陽が当たってる状況なんですが、人物っていうか私なんですけど、肌の色とか明るさとかが違いが出るのかというのをちょっと撮ってみたんですが、どうでしょうか。汗だくでヨレヨレになっちゃってるんですけど、ちょっと 4P の方が顔色なども鮮やかだったでしょうかね。そして次は望遠なんですけど、 4P はワンタッチワンプッシュでまず3倍になります。4は頑張って2倍からさらに3倍に手動でズームしています。今度は 4P6 倍で、Osmo Pocket 4は限界の4倍です。そして今度は 4P は12倍にしてみました。やはり12倍と4倍とはもう全然違いますね。ポートタワーの大きさも全く違います。12倍ズームにするとここまで大きく映すことができます。どちらの映像もかなり白っぽくて、まるでラットを当て忘れたログ撮影した映像のようになってしまったんですが、晴れた暑い日の午後だったので、水分含んでかなり霞んだ空でした。そして次はですね、最短撮影距離ほどではないんですけど、15センチぐらいでかなり近くまで寄って撮影しています。これは1倍の状態ですので大きさに違いはないかと思うんですが、 4P の方は3倍にしてみました。結構綺麗にね、背景もボケてますよね。Osmo Pocket 4も2倍にしてみました。そうするとですね、こんな感じの映像になります。この映像なんかは結構違いがありますよね。4も2倍にはなるんですけど、やはり背景ボケが全然ないので、見比べるとかなり違うかなと思います。そしてこれはですね、屋根の部分をあえて逆光のような感じで撮ってみたんですが、やはり Dlog2 の方が明るい部分も白飛びしてないですし、暗い方は暗い方でちゃんと情報を保持しているというか、暗いまま撮影できて、でも黒つぶれもしてなくてという感じで、やはりこれがダイナミックレンジの広さなんでしょうかね。そして次はですね、ちょっと場所を変えて、先ほど上から見えていたポートタワーのところまで行ってみました。標準から 4K30 で設定は全てオート、全く同じ設定で撮影をしています。若干色味が違う程度で差はないかなと思いますけど、 4P は赤もちょっと鮮やかですよね。4はちょっと白っぽい感じになってるでしょうかね。同じ設定です。次は2倍にしてみました。標準カラーで2倍で撮影していますが、やはり 4P の方が色が鮮やかですね。空もちょっと青いですし、ポートタワーも赤が強く出ています。そしてこちらでも望遠のテストをしてみました。川崎重工があって、ここで潜水艦が停泊というか、なんていうんですかね、建造中なのか修理中なのかよくわからないんですけど、いつも止まってるんですけど、6倍と4倍にしてみました。かなり遠くにあるんですけど、やはり6倍までズームすると結構大きくなりますよね。でさらにこの2倍までねいけますので、かなり寄れます。ポートタワーも6倍にした場合と4倍にした場合です。6倍にしても非常にくっきりとしています。4の4倍も、デジタルズームが入ってはいるんですが、そこまで画質も悪くなっていないようにも感じます。で夕暮れ時、ちょっと暗くなってきてから Dlog2 と Dlog でテストしてみました。Dlog2 は1倍でしか撮れないので、これ以上大きくできないんですが、写り自体は同じような感じでしょうかね。で、大きくしたいので Dlog にして3倍にしてみました。そしてこちらの4の方は2倍にしてみました。3倍ズームも非常にくっきりと綺麗に映ってますね。という感じでしたが、いかがだったでしょうか。4と 4P を比べると大きな違い2つあると思うんですけど、まず1つはこのカメラ部分ですよね。でもう1つは Dlog2 の追加かと思うんですが、まずはこの望遠レンズですけど、やっぱりいいですよね。ちょっと操作がめんどくさいというか、ややこしいので慣れが必要なところもあるんですけど、やはり
6倍3倍6倍12倍とこうスムーズに撮影ができるっていうのはすごくいいですよね。で4はまあデジタルズームなども加えて4倍までですからね、結構違いますよね。で価格差は2万円ぐらいあるんですけど、この望遠が撮影できることによってもう撮影できるものが全然変わってきますので、まあ、私としてはこの値段差全然もう高くないかなと感じます。でもう一つの目玉である17ストップのダイナミックレンジで撮影できる D-Log2 というカラープロファイルなんですけど、こちらも見ていただいたように状況によってはそれなりに差があるかなとは思うんですけど、劇的に違うかと言われるとそこまでは大きな違いはないのかなというふうにも感じました。4の映像を見てもすごい白飛びしやすいとか黒つぶれしてるとか何かこうむちゃくちゃ劣ってるっていうのを全く感じず、非常に綺麗な映像が撮れてましたよね。で標準レンズで1倍状態の時しかこの D-Log2 が使えないっていうのも、せっかく望遠レンズがね搭載されてるにもかかわらずちょっともったいないなというふうに感じるところでもありました。今日は以上になります。また冒頭でもお伝えしたようにルナウルトラとの徹底比較の動画も作っていきたいと思います。でこのチャンネルではこういった小型カメラ、アクションカメラ系のさまざまなレビューとかチュートリアル動画、そしていろんなガジェットの紹介動画なども多数アップロードしてあります。関心のある方はぜひチャンネル登録の上他の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。